皆さんこんにちは。ポッドキャスト聞きに来てくれてありがとうございます。ちょっと日が空いちゃったんですけど、3回目撮ってます。毎日更新したいって言ってたんですけど、やっぱり今日本にいなくって、まだね中国の内モンゴルにいるんですけど、いろんなことがあるんでなかなか撮れなかったです。なんか3日前から親戚の家にいて、赤ちゃんがいるので、赤ちゃんって朝早いじゃないですか。もう朝からバブバブ言ってたんで、これ取れないなと思って、3日前と一昨日は取れなくて、で昨日は、こっち戻ってきたんですけど、もう朝から取り付けの工事、シャワーとか洗濯機とか結構新しく買って、そこの取り付けの工事をしてもらってて、もう工事の音がすごくてとても取れる状況ではなかったので、4日ぶりに撮っております。で MacBook も急に調子が悪くなって、もう3年使ってるのでだいぶ、調子はね結構悪かったんですけど、それでも問題なくいろいろ作業はできてたんですけど、つい昨日ですね、プレミアプロで編集してた動画が、その20分ぐらいある動画、それだけがもう動かなくなってしまって、半分ぐらい編集したんですけど、でいろいろ、もちろん再起動とかキャッシュの削除とかいろいろやったんですけど、その編集データ以外の他の動画は動くんですね。あと他のアプリとかそういうの全部動くので、ちょっとやっぱりもうその動画が重たかったのかな、できなくなってしまったんで、来週末帰国してもうすぐに新しいパソコンを買って、買いたいなと思ってます。あとこのポッドキャストのスクリプトをサイトにアップロードしようと思って、もうサイトの解説まではしたんですけど、やっぱり海外にいるのでいろいろセキュリティが働いてくれて、いろんなサーバーとか、あとはそのサイト構築するワードプレスっていうもの、そこもなかなか開けなかったり、一部の機能が使えなかったりして全然進まなくてですね。でももうアップロードできるまでの準備はできたんで、ちょっと1と2は早速アップロードしようかなと思って、この後やろうと思ってます。日本に帰ったらね、しっかりカスタマイズして綺麗なサイトにしていきたいなと思います。海外でも仕事できたり何でもできるのはいいんですけど、やっぱり日本にいるのとねちょっと違いますよね。はい。で、今日話そうと思ってたのが、日本人の感情表現について思ったことがあるので、本当昨日一昨日ぐらいに思ったことがあるので、ちょっとこれを話したいなと思います。感情表現っていうか、挨拶とかも含めてなんですけど、いろいろ日本人って喋んなきゃいけない、これが言わなきゃいけないというか自然に言っちゃう。例えばご飯を食べてる時に美味しい美味しいって言いながら、私は特にすごい言うんですよね。別に意識してるわけじゃないんですけど、美味しいもの食べたら美味しいって、これも美味しいとか、これめっちゃ美味しいってすごい言うんですよ。で、それは周りの人も、多分言ってるはず、言ってると思うから全く気にしたことなくって、で、海外に来ても、美味しい美味しい言いながら食べるんですけど、全然周りの人って美味しい美味しい言わないなってことに気づいたんですね、今更ながら。なんか私だけずっと美味しい美味しいって言ってるなと思って、でもちろん他の人も美味しいとは思ってる、だから食べてると思うんですけど、わざわざ言わないっていうのと、あと赤ちゃん、さっき言ったその親戚の赤ちゃん1歳ぐらいなんですけど、やっぱりね赤ちゃん見ると
可愛い可愛いって言っちゃうじゃないですか。ほんと可愛いねとか、わ、すごいとか、かっこいいとか、ね、私はすごい言っちゃうんですけど、で、私、かっこいいっていう中国語が分かんなかったんですね。だから、かっこいいってこういう時のかっこいいってなんて言うのって聞いたら、こういう時にかっこいいって言わないな、みたいな感じで言われて、って、まあ男の子の赤ちゃんだから、なんかね、かっこいいもの持ってたら、かっこいいって言うじゃんって言って、いや、あんまり言わないって言われて、あ、そうなんだって。でも確かに、その赤ちゃんと接してる人たちを見てて、可愛いとか言わないんですよね。多分可愛いと思ってるのは見てわかるんですけど、わざわざ可愛い可愛いって言わないと思って、だから改めて、中国人の旦那に、なんか日本人、私は特にねそういうの言う人だから、喜怒哀楽が激しいというかね、感情とかを言うタイプだから、その嬉しい時はやったーとか嬉しいって言うし、本当そうですね。さっきのサイト、スクリプト載せるサイトがなかなかそのセキュリティのせいで繋がんなかった時に、もうずっとってなってたんですけど、ようやく繋がった時にもうやったーみたいな感じでで、別にこれはなんだろうな、一人だったら、でも私一人でも言うかもしれない。そう、で、なんかね、多分そういうのも多分言わないんですよね。やったーとか。で、だからさっき言った美味しい美味しいとか、可愛いすごいとかもあんまり言わなくて、だからその旦那も、でもその言うことはすごいいいと思う。だってポジティブなことを言ってるわけだから、聞いてる方もね、そんな嫌な気分ではないし、全然悪いことじゃない、むしろいいことだと思うって言ってたけど、でも日本に来たばっかりの時はやっぱり大げさだなと思ってたらしくって、確かに私も、もし海外の方がなんかご飯を食べてて、すっごいもう美味しい、うまいうまいってめっちゃくちゃ言ってたら、大げさだなって多分思うなと思って、言ってない人たちからしたら、なんでわざわざね、そんな毎回言わなくてもいいのに、もう言うんなら食べなよみたいなそう感じに確かに思うよなと思って。だからでもなんかアメリカに留学してた時も、その時も日本人の友達、日本人のね子たちと一緒に行ってたんだけど、なんかご飯食べてる時にみんなヤミーヤミーめっちゃ言ってて、いや私も言うんだけど、でもそれって日本語でその美味しい美味しいって言いたい。でも留学してるからそこを英語で言ってるっていう。でもなんかやっぱ私それがおかしくって、なんか、本当にこんなヤミーヤミーみんな言うのかなって思って。でも美味しいって言いたいんですよね。だから言わなくてもいいのに、これうまーって言いたくなっちゃう。そう。だから中国語だとハオチーハオチーなんだけど、私はもうずっとハオチーハオチー言ってて、それはもう何年も前からそう。でも今回初めて思って、私以外言ってないなって。で、あとはこれとちょっと関係あると思うんだけど、タクシー乗ってたんですよこの間、中国でね。よくタクシー安いからもう本当に一日何回もタクシー乗って移動するんですけど、こっちに車ないからね。でタクシー乗ってたらなんか急に、途中で知らないおじさんが乗ってきたんですよね。もう何にも言わずで、運転手も何にも言わず、その乗ってきたおじさんはなんかスマホでなんか動画見てて、そのままスッて乗ってきて、で私あんまり海外にいてあんま驚くことないから、そうでも誰なんだろうなって思いながらでも誰も何にも言わないで、私たちの目的地に着いて、で普通に降りて、まだおじさん乗ったまま行っちゃって、で私があの人誰なんだろうねって言ったら、いや知らないってなって、で何回もタクシー乗ってるけど知らない人が乗ってきたのは初めてだったんだけど、でなんか想像してて、
多分運転手の友達なのかなって言って、そうでもいや友達だったら乗る時になんかよみたいななんか言うじゃないですか。日本人だったら絶対言うじゃないですか。いくら仲いい友達でも無言で乗らない。でもなんか無言で乗るのは別に変じゃないみたいで、なんか私もって思って、それは感情とはまた別の挨拶なんだけど、面白いなと思って。そうでそこで思い出したのが、バイバイってする時も日本人ってめっちゃもうバイ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 ってまた振り返ってもバイ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 ってもう手をタッチさせながらやるじゃないですか。もう私もやっぱそういうタイプなんですよ。でそれも海外の方はあれクールですよね。そんなバイ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 ってやらないから、それも面白いなって、これは前から思ってたし、多分みんなも思ってること、日本人ってめっちゃやるよねみたいな。あと誰かと会った時ももうわーみたいな。でもわーは他の国の人もやってると思う。私日本語学校いたけど、あと、ここね中国来ても女の子同士手つないだり手組むじゃないですか。じゃないですかってみんなわかるかわかんないんですけど、日本人ってでも女の子同士手つないだり手組んでる人はいたけど、例えば高校の時とかねいたけど、私はなんかあんま好きじゃなかったなそれ。私別に誰とも手つないでないと思うんだけど、でも日本語学校いた時とか結構ほんと女の子同士くっついてて、もう全然恋愛はしてないはず。全然ただの親友というか、親友か知らないけど仲いい人たちで、こっち来ても手つなぎながらだいたい女の子たち歩いてて、そうだからなんだろうな、日本人だけではないだけど、その国の文化なのかな。でもやっぱそのバイバイはでも私もあれはやっちゃうし、私はクールとは逆の人間だからな。っていうかクールな人は私結構苦手かもしれない。昔から自分がおしゃべりではないんだけど、感情をすごい言うタイプだから、喜怒哀楽が激しいとはちょっと違うんだけどね。あんま怒らないし、怒ることないし、でもなんかムカついた時とかイラってした時はなんかとかうわーとか最悪って言うから、そこもわざわざ声に出して言うし、だから嬉しい時はもうやったーとかイエーイって言うし、でも多分ね日本人はね大体の人言うんじゃないかな。言わない人ももちろんいると思うんだけど、それがね、感情表現が面白いのかな。どうなんだろう。これが大げさとかうるさいと思われてたらちょっと悲しいけどね、他の国の人にね。多分ね日本人はそういう人が苦手な人もいると思います。クールな人とかね、なんかいちいちキャーキャーうるさい人、私もキャーキャーうるさい人はあんまり好きじゃないけど、自分もでも興奮するとうるさいかもしれない。でもちゃんと公共の場で大きい声出したりとかはしてないはず。そういうところは気をつけているつもりなんですが、今日思ったというかこの間思ったことはそれですね。じゃあ今日はそろそろ終わりにしようかなと思います。どれぐらい話したか。なんかね私のねこの録音、プレミアプロで録音してるんですけど、なんかねある程度いくとね時間が止まるっていうね。でも多分ちゃんと録音はできてる。ということで今日は、終わりにしようかなと思います。この後ねちょっと YouTube 撮ろうかなと思ってます。こっちに来てから一回も撮ってないんでね。でもプレミアプロで編集が多分できないんで、なんか別のアプリで編集するかスマホでパーッと編集しちゃおうかなと思います。最近ずっと JLPT のことばっかりだから、自分が出るね動画も出していきたくて、それをずっと編集してたんですよ。20分ぐらいのたこ焼き
たこ焼きパーティー妹とした動画を、去年じゃないか、今年の2月に撮影したやつなんですけど、もうそれをね、なんかずっとねコツコツ編集してて、そしたらもう急に昨日もう動かなくなって、うわーって感じなんですけど、なんか書き出しはできそうなんで、一回書き出すか、もしくはまた新しいパソコンでこのプレミアプロにログインすれば続き編集できるっちゃできるので、その時またやろうと思います。もう本当にこのね動画ねできない、もう1年経っちゃうかもしれない。そんなもんですよね。いろいろやることがありますからね。はい、じゃあ今日は終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。スクリプトはまたURL を書いておきます。はい、それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。